ニューファンドランド島に移住して2年が過ぎた。問題だらけの家を買ってしまい、リノベーションをしながらの生活。いろんなことが変わっていく中、変わらないこともある。それは料理をするということ。どんな環境で生活していても、食べたいもんは自分で作って食べたいのだ。なんか野菜が食べたいなって思った時、僕はピクルスを作る。一度にたくさん作って冷蔵庫に入れておけば、いつでも食べたい時にパリポリつまめるからだ。まずはピクルス液を作る。入れるものは気分で変えたりもするが、ベースはだいたいいつも同じ。ベイリーフ、ブラックペッパー、鷹の爪、水、ビネガー、あと砂糖と塩。クローブなんかもあったらよく入れるけど、今切らしててないので今日はこれでいく。甘いのが好きなので砂糖はたっぷり入れる。その方が子供も手出しやすいしね。一煮立ちさせたら火を止めて冷ましておく。ピクルス液を冷ましている間に野菜の準備をする。野菜もこれといった決まりはないので、その時冷蔵庫に入っているものから適当に選んで決める。適当に選んだ野菜をカットしていく。人参は一口サイズの乱切り。乱切りってなんで乱切りなんだろう。これは本当に乱切りなのだろうか。まあとりあえず乱切りってことで、人参はこれでおしまい。玉ねぎは細めのくし切りに。これはくし切りなんだろうか。なんか聞いたことあるのでくし切りってことにしておく。玉ねぎもこれでおしまい。半端に残っていたパプリカを使う。僕のピクルスにはだいたいパプリカが入っている。まず色がいい。そしてうまい。レストランで働いていた時、シェフの人たちはみんなこうやってナイフを使ってパプリカの芯を取り除いていた。僕も真似してやってみたけど、どうにもうまくいかない。手で取り除いた方が早いし簡単なんだもん。今ナイフを使っているのは、ただなんとなくこの方がかっこいいような気がしているからだ。でも結局こうやって種が残ってしまうので手を使うことになる。かっこよくもなんともないただの二度手間です。パプリカのカットは必殺裏切りを使う。これは切れない包丁を使っている人にはもってこいの技だ。パプリカやトマトなんかは切れない包丁で表から切ろうとすると、うまく包丁が入らないなんてことがある。そんな時にはこの裏切り。見ての通りサクサク切れる。まあでも僕の包丁は切れるので、わざわざ裏切りを使う必要はないのだけれど、なんとなく知らない人のために、切れない包丁を使っていてパプリカがなかなか切れないという人、ぜひお試しあれ。きっとこの必殺の意味がわかるはず。続いてセロリちゃん。セロリにはちゃんをつける。なぜならこの野菜、なかなかくせ者だから。くせ者にはちゃんをつけてあげると、不思議とその癖が少し薄れるんだ。だから僕はくせ者を見かけたら、とりあえずちゃん付けで呼ぶようにしている。だからセロリはセロリちゃん。このセロリちゃん、そのまま切っても問題ないけれど、こうやって筋を少し取ってあげると、さらにその癖が和らぐ。くせ者には少し手を加えた方がいいのである。そしてこのセロリの筋、途中で切れてしまうこともあるが、こうやってうまく取れると気持ちがいいのだ。やったことがない人はぜひお試しあれ。こんな風に。おーね。筋をある程度取ったら、あとは普通に斜め切り。この癖強のセロリちゃん、ピクルスにするとさらにその癖が和らぐんだよ。最後はマッシュルーム。ピクルスにマッシュルームなんて思う人もいるかもしれないけど、これが意外といけるんだよ。なんかキノコ系は洗わずにこうやって布巾で汚れを落とすっていう定説があるけど、あれって本当かな。水分含むとか香りが落ちるとか、僕みたいなやつにその違いが分かんのかなって思うよ。そもそも多分ピクルスにするマッシュルームに関しては、
水分含もうが香りが落ちようが関係ないと思う。てか関係ない。そう断言する。マッシュルームは4等分。だから4つ切りなのかな、これは。今回ピクルスの材料にする野菜たちが揃った。人参、玉ねぎ、パプリカ、セロリちゃん、そしてマッシュルーム。やっぱいろんな色があるってのがいいね。野菜をさっと湯にくぐらせるためにお湯を沸かす。これは僕のキッチンの換気扇。もともとこの家には換気扇がなかったので、リノベーションをしている時に自分で取り付けた。こだわりのちっちゃくて可愛いレトロ風換気扇。しかしこの換気扇には弱点があった。パワーがなさすぎて全く換気しない。僕はどうやらただの飾りをつけてしまったらしい。沸騰したお湯に切った野菜を入れる。さっと一かき混ぜしてすぐにざるに移す。野菜をお湯にくぐらす理由は、こうすることで色が少し鮮やかになり、味も染みやすくなるらしい。僕は勝手に殺菌していると思っている。野菜がまだ温かいうちに消毒などをした容器に入れる。野菜が温かいうちに入れることによって味がさらに染みやすくなるらしい。適当に野菜選んで切った割にちょうどいい量だったな。そこに冷ましておいたピクルス液を注ぐ。これまた偶然ピクルス液もちょうどいい量だったな。ピクルスにはよくディルなんかが入ってるけど、子供が苦手なので僕はあまり使わない。今回はこの今にも枯れそうなタイムを使うことにする。入れるハーブで味わいが変わるピクルス。タイムを入れて準備完了。あとは粗熱が取れてから冷蔵庫に入れて寝かすだけ。ピクルスの何がいいって、瓶に入ってるこの感じ。さて今回のピクルス、どんな感じに仕上がってるのか、味見するのが楽しみだ。ちなみに僕は2日目くらいのピクルスが好きです。お腹が空いたな、なんか食べよう。動き出すのはそれからにしよう。気分に合った食材とお気に入りの